どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではカジュアルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日はなんとね、スペシャルゲストに実は来てもらっています。早速登場してもらいましょう。どうぞ。皆さんこんにちは、ポリーナと申します。どうぞ仲良くなってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんでね、今日はこのポリーナさんに来てもらってるんで、いろいろ日本語についてとか日本について、インタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんだけど、簡単に自己紹介お願いします。はい、ポリーナと申します。ロシアから日本に来て研究をやっております。研究テーマとは、もともとロシアで日本語と日本史を専攻として勉強してて、今日本政府のフェローシップをもらって、その奨学金で日本で研究をさせていただきます。なるほど。研究をしに日本に来たのはいつ？9月に来ました。ってことは何ヶ月前だ？今が1月ってことは10月、11月、12月、4ヶ月ぐらいか。はい、そんな長くないね。なるほど。じゃあ、日本語は今どのぐらい今までで勉強してきた？多分今年は10年目になると思うので、結構長い。長いね、すごいね。じゃあ何歳の時に始めたの？中学校の中学校の3年ぐらい、15、14、15歳ぐらいの時始めたと思う。なるほど。それはさ、なんで勉強しようと思ったの？結構ですね、理由はめちゃめちゃ単純で、アニメだね。アニメ？はい。結構子供の時から、適当にセーラームーンとかポケモンを見たことはあって、それは一旦ストップして忘れて、中学校からまたロシアにいろんなのナルトとかブリーチとか入ってきて、でこんなのブームになってて、私もそれを見始めてたら、結構見てた。結構夜更かししていろんなのを見てた、朝まで。なるほどね。その最初セーラームーンとか見てたのは何歳ぐらいの時？セーラームーンは5歳ぐらいだと思う。そんなに意味わからなくて。じゃあその時は別に日本語は勉強してなかったんだ。5歳はないね。5歳はロシア語も下手だったから母語も下手だからさ。そんなことないでしょ。はい。でそのナルトとかを見始めたのが15歳ぐらい。そう思う。それはさ、どこで見てたの？それはロシアは今でもそうだけど、ロシアはハッカーとか有名でしょ。だからロシアは海賊サイトめちゃめちゃ盛ん。なるほどね。じゃあ違法でこう検索して字幕とかロシアの音声もついてるやつもあった、その時でも。なるほどね。今もそんなことしてる人いるの？今は結構それ盛ん。今もめちゃめちゃやってるし、なんか前は Netflix とかでも見れることができたけど、今はそんな Netflix もロシアもまだなくなってるからさ、今も海賊のサイトまだまだ繁栄の期間が続いてる。なるほどね。今もじゃあそれ使ってみてるの？いや、今もう日本に来て申し訳ないですすいません日本の皆様申し訳ないです。でも日本でもちゃんと TVer にも登録してるのでそれはしてるんだ。はい。なるほどね。でもアニメとかは違法で見てると？いや、そんなに日本はさすがにテレビとかでも見れるのだから、でもアメリカやヨーロッパの映画はまだまだロシアの違法のサイトでも見るときはあります。ちょっと後で警察にね追加してお願いします。ご容赦くださいなるほどね。でそのナルトとか見てたときは日本語で見てたの？はい、日本語でロシア語の字幕付きで。その時はさ、勉強しながら見てたの？いや、そんなことはなくて、でもいや、私は実は言語能力とか言語才能とかにあまり信じないんですけど、もともとなんかアニメを街で見すぎてて、見すぎたらいろんな単語とか表現とか、頭に入っちゃうでしょ。だってばよとかなるとか、いろんなの入ってて、ワンピースとか全部見てたら結構入るでしょ、頭の中に。そうだね。だからもう日本語の単語とか表現が頭に多すぎて、それはもう結局もう喋れるぐらいになってたけど、文法全然わからない。なるほど。なんとなくフレーズとかは聞いたことあるみたいな。
なるほどね。それからその後ちゃんと勉強し始めたの？そうもう単語が多すぎてこれはどうやってつながるかっていうのに興味を持って勉強しようかなって思いました。なるほどね。最初はじゃあどうやって勉強し始めたの？最初はもう中学生だったから、うんお母さんにうん勉強してみたいなって言ってたら、それを真剣に聞いてもらって、ロシア・モスクワの日本語の塾を調べてくれて、で行かせた。なるほどね。でそれでそこで結構はい、そこで塾に行ってちゃんと先生も2人いて、ロシア人の先生と日本人の先生も2人いて、でそれぞれの教科書とかいろんな方法を使ってた、その時。なるほどね。じゃあやっぱり最初勉強するときは自分でこう勉強するよりもそういう先生から教わった方がいいと思う。はい、私はそう思ってるし、なんか発音もあるんだけど、一番問題なのは日本語の言語としての背景、どうやって現れたかとか、漢字はなんでこんな制度になってるとか、いろんな言語歴史とか文化、なんか日本語が文化と非常に近い緊密な関係があるから、もともと日本語の背景にある文化や歴史のバックグラウンドが分かんないと、なんか日本語がスムーズに勉強できないかなって思う。なるほどね。なんか文化とかさ、歴史を勉強する方が時間かかりそうだし、難しそうだけど逆にそっちの方がこう頭に入ってくる。そう例えばさ、漢字とかいろんなの音読みとか訓読みもあるでしょ、だからそれはもう普通に音読みと訓読みがありますから、覚えてくださいって言われたらあれなんでってなるでしょ確かに。なんでそんなの覚えなきゃいけないってなるでしょ。だけどそれはもともと日本語の字が漢字が中国から来てるんだから、音読みが残ってるのだから、あと日本語と外来語としての漢語とかもあるでしょ、古いのやつ、なのでそれをちゃんと説明してもらったら、勉強も逆に楽になるんじゃないかと。なるほどね、面白いね。じゃあその勉強を教科書を使ってする以外でやってみて、これは、すごくいい方法だなって思うものある？私の一番勉強ポイントというのが、なんで勉強がなんか進めたかというのが、授業だけじゃないの勉強のがポイント、例えばもう今からなんか授業2時間で、2時間の授業が終わってから、もう教科書を閉めて、どっかほっといて、もうパーティー行くのなら全然勉強進まないよ、どんな言語でも、でも自分の世界に、自分の日常生活とかに、勉強している言葉を言語を取り入れたら、そしたら勉強がめちゃめちゃスムーズに進めると思うよ。例えば音楽とか映画とか、なるほどね。じゃあその言語で自分が好きなものがあった方が、まあ音楽とかさ、実際話す言葉とかとちょっと違かったりするけど、でもやっぱり好きだから勉強も頑張ろうっていう風になるのかな。そういろんなのをなんか、例えば勉強の埋め込めないところ、日常言葉とか、若者の俗語とかスラングとかが、あれが他のところから入り込む。例えば授業に行く時とか、日本の音楽を聴いたりすると、授業に来たら、勉強始めたら、で新しい漢字が出たら、こんな言葉をもう来てる途中で曲で聴いてたとか、なるほどね。なっちゃう。それいいね。じゃあそれを含めてプラス教科書を使った勉強で、まあその15歳とか勉強してたくさんしてた時、1日どのぐらい勉強してた？結構勉強してたと思うよ。私は中学校の時は、こう見えても結構引きこもり生活だったからさ結構あとさ、受験勉強とかも、プレッシャーも非常に高かったから。そう私一応モスクワ大ですからさすがですそんなことないですけど、結構プレッシャーあったから、受験勉強とかセンター試験とか、あれはあったから、逆に受験勉強の避ける方法として、これ最初から全然勉強として思えなかったから、それは最初から趣味で、本当の勉強から逃げたかったから、日本語勉強をやってたので、結構学校から来て、うち座って多分一晩中続いたと思うよ。すごいね。4、5時間ぐらい続いたと思う。やっぱり好きじゃないと続かないんだね。そう思うよ。それはそう。なるほどね。それで今さ、トータルで10年勉強してて、で今 JLPT の N1 持ってるんだよね。持ってる。
それを取るまでに始めてからどのぐらいかかった？JLPT はやっぱり取ったのは学士を4年卒業してからすぐ取ったから、あれは多分大学のおかげじゃないかと思う、結局大学は結構東洋学なので、毎日もう6時間ぐらい勉強してたから日本語、あれは結構大変だったのでそのおかげ取ったんじゃないかと思うよ。もう中学15歳だったから多分20歳いや違う、22歳の時、取ったから、結構かかったんじゃない？なるほどね。じゃあ取ったのはもう5年前ぐらいってこと？そう今全然 N1 じゃないと思うけど今は下がってるってこと？下がってるんじゃないと思う、それはなんで？あまり大学時代はさ毎日手で漢字を書いてたけど、今は手で、ロシア、僕でも英語でもあまり手で書く機会はないので、日本語はさすがにもっとないのだから、頭に入ってても漢字の想像はできるんだけど、なんかペンを手に取ったら、そのペンを紙に近づいてたら、頭の中真っ白になる。けどそれはね日本人でもよくあると思うそれは安心、ちょっと安心。安心してください。皆さんも安心してください。はい。じゃあそうだね。日本語今勉強してる人たくさんいて、このポッドキャストも聞いてると思うんだけど、何かポリナからアドバイスある？私からのアドバイスは、前にも今勉強している大学の1年生の前にスピーチやってたら、1年生にも勉強コツを教えてくださいっていうのも質問めちゃめちゃ出て、そのコツとしては、第一は過ちを恐れない、ミステイクをするのは怖がらないというのはもう一番、話がだんだんアップできるんじゃないかと思うし、第2のポイントとしては、第2のコツはもう一番重要なのは、自信がなくても、なんか例えば日本の人と話したいんだけど、ちょっと怖い、なんかミステイクとかするのも怖いし、普通に自信がないからもうやめた方がいいんじゃないかという人もたくさんいると思うけど、ポイントは自信がなくても自信があるように振り舞う、自分自身を騙して、私がめちゃめちゃ自信あるから、自信があるように話してたらだんだんスムーズになるんじゃないかと思います。なるほど。さすがポリナ大先生のアドバイスなんで、皆さんぜひ参考にしてみてください。お願いします。はい。ということでね、この後ももっといろんなことを聞いていきたいんですけど、とりあえず第1回目は、ポリナさんに、日本語の勉強の仕方とか、なんで日本語を勉強し始めたかについて、インタビューしてみました。ありがとうございます。はい。今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるのでどしどしメッセージを送ってください。それでは皆さんさようなら。さようなら。